はい、始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。私たち、みさきとのぞみがお届けします。よろしくお願いします。よろしく。ねえ、みさき、今日のお昼ご飯何食べた？今日はね、コンビニのおにぎり、ツナ。定番だね。一人で食べたの？うん、公園で一人で黙々と食べてた。いただきますって言った？いた。一人なのに普通に言ってた。なんか自動的に出てくるんだよね。のぞみさ、海外にいた時何かあった？あったよ。ホームステイしてた時、ご飯の前にいただきますって言ったら、ホストファミリーに今何言ったのって聞かれて、なんて説明したの？ありがとうみたいな感じって言ったんだけど、誰にって返ってきて。確かに誰に言ってるのってなるよね。そうなの。うまく説明できなくてなんか気まずくなっちゃって、あの時ちゃんと説明できてたらよかったな。じゃあ今日はそれをちゃんと説明できるようになろうということで、今夜のテーマはいただきますとごちそうさまです。この2つ、日本語学習してる人にとってもすごく気になる表現だと思うんだよね。絶対そうだよ。まず、いただきますから。これ、どういう意味なのって考えたことある？ご飯の前に言う言葉くらいのイメージしかなかった。そうだよね。元はいただくっていう動詞から来てるんだよ。いただくってもらうの丁寧な言い方？そう。でもただもらうじゃなくて、へりくだって受け取るっていうニュアンスがある。上の人から何かをもらうときに使う表現。いただくって漢字は頭の上に乗せるみたいな形だよね。そう。頭の上に大切に受け取るみたいなイメージ。じゃあご飯に対してそれをやってるってこと？そういうこと。食べ物を農家さんが育てて運んで誰かが料理して、そういう全部のプロセスに感謝して受け取りますってことを言ってる。なんかそう考えると急に重みが出てくるな。ねえ、コンビニのおにぎり1個でもすごくいろんな人が関わってるんだよ。確かに。のぞみ、小学校の給食って覚えてる？覚えてる。給食の時間になると係の子が前に出て、いただきますって言って、みんなで一緒にいただきますってやるやつ。あれ今思うとすごくいい文化だよね。みんなで同じタイミングで言うって。小学生の頃は意味なんて考えてなかったけどね。それはそう。とりあえず言うみたいな感じだったよね。じゃあ次はごちそうさま。こっちは食べ終わった後に言うやつだけど、これもちゃんと意味があるんだよね。あるよ。ごちそうって漢字で書くとおちそうなんだけど、ちそうって走るって字が入ってる。走る？ご飯と走るってどう関係あるの？昔はね、お客さんが来た時、あちこち走り回って食材を集めてきて料理したってことをちそうって言ってたんだよ。めちゃくちゃ具体的なイメージだな。でしょ？あなたのためにあちこち走り回って用意しましたっていう気持ちが言葉に残ってるわけ。じゃあごちそうさまっていうのは、その準備してくれた人にありがとうってこと？そう、食べ終わった後に作ってくれた人の努力に感謝する言葉。なるほど。いただきますが食べる前の感謝で、ごちそうさまが食べた後の感謝。そうそう。この2つがセットで食事という行為を感謝で挟むみたいな構造になってるんだよね。食事を感謝で挟むか。なんかいい表現だね。ありがとう。ごちそうさまでしたってでしたもつくよね。つくでしたがつくとより丁寧。家だとごちそうさまでも全然いいけど、よそのお家とかお店だとでしたまで言うことが多いかな。ところで、さっきも話したんだけど、一人でご飯食べるときも、いただきますって言うじゃん？言うね。これって文化によってはちょっと不思議に見えるみたい。そうだね。国や文化によって食事の前に祈ったり、誰かにお礼を言ったり、いろいろ違うから。それは確かに。神様、この食べ物をありがとうございます、みたいな。で、誰かが料理してくれた時はその人にありがとうって言う。でも一人の時はわざわざ言わないっていう感覚の国も多いみたい。じゃあ、日本もいただきますは、なんで一人でも言うんだろう？それは多分、感謝の対象が人だけじゃないからだと思う。食べ物そのものとか、自然とか、命とか、そういうものに向けた感謝もあるんだよね。だから一人でも自然に言えるんだ。そう思う。食べ物ってもともとは生きてたもんね。野菜も魚も肉も。そう。その命をいただくっていう意識が言葉に込められてる気がする。だから相手がいなくても言える。普段あまり考えずに言ってたけど、その意識は忘れちゃいけないね。理解したらすごく納得するんだよね、これが。日本語を勉強している人が、いただきます、ごちそうさまを初めて聞いた時って、どんな反応するんだろう？
意味がわからないまま聞いても、ただの音にしか聞こえないじゃん。そうだよね。そうそう。でもただの音じゃなくて意味を知ってもらえたら嬉しいな。そうだね。ご飯を食べるときにぜひ言ってみてほしい。日本語を学び始めるきっかけになったって人の中に、いただきますって何って思って調べたっていう人結構いるらしいよ。そうなんだ。アニメとかドラマで聞いて気になって日本語に興味を持ったみたいな流れ。じゃあ、いただきますが日本語への入り口になってることもあるんだね。そういうこと。一言だけどすごく文化が詰まってる言葉だから。確かに、説明しようとすると思ったより奥がある。そういえばさ、日本人の間でもレストランでいただきますって言わないって話になることあるよね。あるかなお金払ってるんだから言わなくていいんじゃないかみたいな意見ってこと？そうそう、お客さんとして来てるんだからわざわざ感謝しなくていいじゃんって考え方。それはお客さんとしてというより場面の話かもね。場面？家では言うけど外では言わない人もいるし。確かに外一人でご飯食べるときとかファストフードとか言わないときあるかも。でも家ではちゃんと言うみたいなね。そうそう。状況で使い分けてる感じかな。家族と一緒だというみたいな。私は一人でコンビニのものを食べるときも言っちゃうけど。私もそっちかな。なんか言わないと落ち着かないよね。体に染みついてるから。あとさ、最近いただきますって言葉、海外でもそのまま使われてることがあるんだよ。日本語のまま？うん。アニメとかで覚えた人たちが SNS にいただきますって書いて食べ物の写真をあげたりしてる。それは可愛い。ごちそうさまでした。もうそのまま書いてる人がいてさ。意味わかって使ってるのかな？わかってる人が多いと思う。この言葉が好きだから使ってるみたいな。他の言語に訳しきれないからそのまま使うって感じかな。嬉しいな。これを聞いてくださってる皆さんはどうですか？ぜひ教えてください。さて、今日はいただきますとごちそうさまについて話してきました。いただきますは、へりくだって受け取るという意味から来ていて、食べ物や関わったすべての人への感謝。ごちそうさまは走り回って用意してくれたという意味で、料理してくれた人の苦労に感謝する言葉。この二つが食事を感謝で挟むという形になってる。一人で食べるときも言うのは、感謝の対象が人だけじゃなくて、食べ物そのもの、命だからっていうのも面白かったよね。皆さんの国には食事の前や後に言う言葉ってありますか？ぜひコメントで教えてください。私の国では〇〇って言うよとか、いただきますと同じ感覚の言葉があるとか聞いてみたいな。今夜もありがとうございました。レイトナイトジャパニーズチャットでした。また次回。またねー。